せーの。はい、OK、サンキュー。おはようございます。俊也です。今日の FD レストアはバックドアの板金修理を進めていきます。うちのかみさんの希望でワイパーレスにしてほしいということなので、このワイパー取り付け穴、これを溶接で塞いで、ワイパーがなくなったら必要なくなるウォッシャー、これも溶接で塞いでしまいます。そしてさらにこのウイング、これうちのかみさんの希望でこれつけてほしいということだったんで、これを取り付けれるように穴開け直ししてバックドアの板金を終わらせたいと思います。今日やることたくさんですね。穴塞いで新規に穴開け直して、でへこんでるところとか板金してサフェーサーまで仕上げる、そんな形で作業をやっていきたいと思います。それじゃあまずは鉄板の穴埋めからやっていきます。よいしょ。こっちの穴も埋めてしまいます。これね、ウイングの取り付け穴だったんですけど、新しいやつここを使わないから埋めちゃう。でこのマスキングテープを鉄板に貼り付けて、貝先は 0.5 ぐらい、使うワイヤーが 0.6 ミリなんで、そのぐらいが多分ちょうどいいです。ちょっとこの作ったピースと穴が隙間が空くような感じにしてます。よし、これで溶接やっていきましょう。続いてウォッシャーのところもやっちゃいます。まずはノズルを外す。よいしょ、取れました。これウイングの取り付け部分なんですけど、溶接が終わるとこんな感じになります。そしてビードを削るとこんな感じになります。一応冷ましながらやったんだけど、やっぱちょっと熱入りすぎちゃったかな。ちょっと引っ張られて歪みが出ちゃってますね、この辺。叩いて形作れるぐらいの歪みだから、これは後で修正しましょう。歪んでるね。ちょっと歪みがうねうねってなってる。続いてウイング、これの固定穴開けていきます。もともとついてたやつの穴が2箇所開いてるんですけど、この穴がなんとまさかの新しいやつのこっち側のクリップと穴位置同じなんで、これこうやってはめてみると、ぴったりと収まるので、これを基準にして外側に穴を開けましょう。この2箇所の位置が分かればいいんだから、マスキングテープ、どうやって貼ろっかな。うまいこと剥がれないでな。こうだな。こっちのやつに二重テープにしちゃって、でこうだな。で穴位置
これでウィングを持ち上げればテープが残ってくれるかな。おー、うまいこといった。一応今4ミリまで穴開け終わったんですけど、位置がずれてないかだけちゃんと確認しておきます。穴開けてずれてたらもう修正効かなくなっちゃうから。よいしょ。大丈夫そうなんでこのまま穴開け切っちゃいます。面取り。重くなったな。よいしょ。ちゃんと取り付け大丈夫かどうか仮組みしてみたんですけど、塵の合い具合とかもバッチリ、干渉とかもなくぴったりと収まりました。反対側もこんな感じ。無事につけることができてよかった。穴位置合わせられるか心配だったんですよ。新品部品だと取り付け用の紙があるから、その紙を置いて目印通りに穴開ければいいだけなんですけど、これ中古品で買ったからそういうのもなくて、穴開けるのって一発勝負だからね。ずれたらどうしようってすごい不安だったんですけど、でも元々の穴活用できたからちゃんとつけることができてよかったです。よし。そしたらあとは板金ですね。いつも通り塗装を剥離して、でサビの処理して、形崩れてるところは叩いて形整えて、パテつけてサフェーサーまでやっていきたいと思います。まずはバックドアの面合わせからやっていきます。ちょっとね、ここ折れてるんですよね。こういう感じで折れちゃってるから、ここ叩いて少し出します。同じくここもちょっと折れてる。よし、いくよ。せーの。よっ、よっしゃ。よし。今回の塗装剥離はいつも通りパネル1枚全面剥離ではなく、作業する場所ごとに部分塗装の剥離をやっていきます。主にパネルにサビが出ている場所とか、あとパテをつける予定の場所がメインです。このバックドア純正の塗装のままで、塗装がちゃんと生きてたんですよね。密着不良とかも起こしてないし、わざわざ剥がすのももったいないなーっていう感じだったので、そんな感じで作業を進めていきます。ただパネル全体にシミとか傷はたくさんついていたんで、それを落とすために120番のペーパーで全体的に研ぎは入れておきました。サビが出てる部分、スポットブラストでサビ落としやっていきます。表側の塗装剥離終了。意外と時間かかった。1時間ぐらいずっと削ったりサビ落としたりやってました。こんな感じです。
ちゃんと上側の方まで塗装剥離やってあります。そしたら次は裏側ですね。まずは配線を外す。そしてドアの縁に入っているシーリング、ここがね錆びで始めてるんですよね。このシーラーの下からじわじわと来ている感じなので、シーラー全部剥がして錆落としやっていきます。おー、錆び、やっぱ錆びてる。おー、結構来てるね。まあでもそんな深そうじゃないな。表面的な錆だから錆落として必殺錆封じで大丈夫そうだね。お、この辺は錆いない。あ、こっち側が若干錆びいる。錆び。洗剤で洗っていきます。はい、少し動画は進んで、水分乾かして脱脂をして、錆が出てたところは、ハケ塗りで必殺錆封じを塗っておきました。この辺の色が変わってるところが、錆封じ塗ったところです。溶接したところも塗っておきました。こんな感じです。で、必殺錆封じも乾いたんで、これからプライマーを塗っていきます。塗装が残ってる場所は入れる必要ないんで、今回はパネル1枚入れません。部分入れていくような感じですね。この鉄板が出てる部分、この辺にプライマーを塗っていきます。塗装終了。赤外線で30分乾かします。パテつけていきます。
それじゃあパテ研いでいきます。ただね、こう形状が本当にいやらしい。こっち方向にラウンドしておきながら、こっちはこう逆反りしてるんですよね。こういうなんか3次元な感じの面になってるから、すごい研ぐの大変そう。こういう平らなやつで当てるとさ、このへこんでる部分がこういい感じの曲面にならないから、こういう当て板じゃなくて、こういう丸っこいやつ使って研いでいきます。これのここの面使えば、ここをこううまい感じでこう研げるんで、こう研ぎながら、こっちもこう研ぎながら、こういい感じのこのラウンド加減出したいと思います。この当て板にこうやってペーパーを貼っつけて、このぐらいかな。これでこんな感じ。これで研いでいきます。結構思ってたよりもね、鉄板が表側にこう出っ張ってきてた。で、深めに落としたから周りのパテとかこのプライマーとかが割れたら困るんで、ここも大きめに削り落としました。でもう一回プライマー入れてやり直します。ダッシュします。そして巣穴がちょっとあるんでエバーコートを塗っていきます。よし、これで塗装の準備完了。あとはサファイサーを入れるだけ。大変長らくお待たせいたしました。やっと板金から解放された気持ちを込めて、それでは皆さんご一緒に塗装タイム行ってみよう。
搭載完了。綺麗に治ったサビ綺麗に治りました。面具合も悪くなさそうっすね。塵の合い具合とかも、いい感じになってると思います。穴埋めた場所もどこら辺だっけ。多分この辺がワイパーの穴で、この辺がウィングの穴かな。いい感じになったんじゃないでしょうか。若干ちょっとこう歪みっぽいのがいるけど、艶がなくて分かりにくいですね。でもまあ研げば治るかな。いい感じに形は出たと思います。この FD 独特のぬるんとした複合的な形状、難易度がすごく高いです。でも穴ちゃんと塞ぐことができたから雨漏れの心配とかもなくなるしね。ワイパーの穴から水入ってきたとかっていう心配もなくなるから、この段階でちゃんと塞ぐことができてよかったです。あとウォッシャーね、ここにちょこんと飛び出してたウォッシャーノズル、あまりかみさん好きじゃないって言ってたから、ここもフラットになったしね、いいね。 FD 知らない人が見たら違和感ない、ただ普通の FD ですけど、知ってる人が見たらあれなんかノズルがついてないとか、すっきりしてるとかってやっぱわかるもんかな。かなりマニアックな部分だけど、うちの FD はウォッシャーレスになりました。あとはこれにウイングがついて、でリアバンパーがついて形になると。リアバンパーどんなのつくんだろうな、楽しみだな。ということで本日は FD のバックドアの板金修理でした。最後までご視聴ありがとうございました。新着動画見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。まだねこの動画見てるのに登録してない人たくさんいるみたいなんで、登録よろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。はい、OK、サンキュー。ワイパーどうする？何どうするって。モーターほらサビサビだったじゃん。あ新しくモーターつけてワイパー復活させるか、穴塞いじゃうか。今なら塞げる。どの道ここのウィングの穴は塞がなきゃいけないから。これね。こっちの新しいやつつけるためにこの穴塞がなきゃいけないから、どうせやるんだったらついで作業なんだけど、ワイパーレスにするか。でもインプレッサもないよ。ない。ジムニーはある。タイヤの巻き上げでガラスが汚れやすいんだけど、セダン車ってこう後ろがあるからそんなにガラスに巻き上げない。ジムに後ろないから巻き上げたやつ全部ガラスに。そういうこと。そうでも後ろ短いよ。いやこれしかない。こんだけあればそんなにガラスに汚れつかない。そう。あとウィングつくから後方視界がそもそも良くないから。そもそもそうだね。ワイパーがあれば確かに見やすいは見やすいけど、雨の日とかでもウィングがある時点でそんなに視界良くはない。特にこれ大きさあるけど高さがないから、もともとは FD、 そこにこうウィングで。そうね。そもそも視界これしかないでしょ。もともとのこの視界がこれしかないから、こっち幅はあるけどこっち幅がこれしかないから、そういうことだよ。実質ウィングでもう隠れちゃうようなもんだから、ウィングだってついたら結構高いよ。大体こんな感じだから、後方視界の半分はもうこの時点で遮られてるのよ。こんなもんしかない。こんなもんだ。そう椅子から見るとね。ってなるとあってもなくても変わんないかなって気はする。ジムニーとかセレナとかああいう後ろが切り落とされた車に比べれば。塞いでどうするの？いやワイパーつけないんだったら穴は必要ないから、板金で塞いじゃえば雨漏りしないじゃん。そういうこと？絶対に雨漏りしないじゃん。インプレッサーの蓋みたいにじゃなくて。インプレッサーはあれガラスに穴開いちゃってるからさ、仕方ないけど FD 鉄板だから、鉄板溶接で塞いじゃえば絶対に雨漏りしない。そういうことね。こうゴムの蓋とかにすると水入ってきちゃうかもしれないけど、インプレッサー方式でしょ。やるなら今のうちっていうことで。そしたらあれか、ウィングがついた状態でここがもうフラットになってるってことだよね。そう
なんもない。なんもない。したら塞ぐか。ウォッシャーどうする？ワイパーないんだったら後ろのウォッシャーもいらないよね。いらないそれ。だってワイパー動かせないのに水出たってしゃあないもんね。いらないそれ。じゃあウォッシャーも塞ぐか。ウォッシャーとワイパー穴とね。承知しました。これは？それ使う穴。これ何やな。それウィング用の穴。あ、そうなの。これは合うんだ。合う。へえ。そんな急に今なんて言った？もう一回言ってみ。それやだ。それ嫌だ。その出っ張ってんのやだ。なんかやだ。言い方の癖よ。